サーフェスプロ8も、ちょっと気になってきてまして、そろそろ出るんじゃないのかなというところで、関係筋による情報のリーク、っていうのがありました。いや、ほんとね、何してんねんっていう感じなんですけども、写真はこんな感じです。どうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェスシリーズのレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などを上げていってます。そして今日のテーマは、サーフェスプロ8の、噂情報のまとめというところで、お送りしたいと思います。僕はですね、サーフェスプロ7を、メイン PC として使っているんですけども、そろそろですね、サーフェスプロ8も、ちょっと気になってきてまして、そろそろ出るんじゃないのかなというところで、結構巷では、だいぶ話題になってきていまして、でいろんなね、情報なんかも出てきているので、ちょっとそのあたりを、まとめた、動画にしてアップしていこうと思います。それでは行きましょう。GO! はい、ではまず、これまでの、Surface Pro シリーズのちょっと発売日というのを、振り返っていきたいと思います。発売日はですね、今までこんな感じに、なってちょっと出るかな、こういう感じで出てまして、これまで Surface Pro 1はですね、2013年2月9日に出ていて、それ以外の Surface Pro シリーズというのは、結構、10月と6月に出ることが多かったんですね。で、直近の Surface Pro 6と Surface Pro 7に関しては、1年ごとで10月に出ていたんですよ。ということは、2020年10月、今年の10月に、ひょっとしたら Surface Pro 8が出るんじゃないのかなって期待をだいぶしてたんですけども、シーンみたいな感じで、何も特に発表はされず、期待は残念な結果に終わってしまいました。これは仕方ないですね。新型コロナがすごい流行ってしまって、多分ね、部品調達とか、いろんな開発体制とかがきっと遅れに遅れたと思うんですよね。テレワークだったりリモートワークとかで、普通に働ける人が、働けなくなってしまった環境がだいぶあったので、これは致し方ないのかなというところであると思います。実情はどうなってるかわかんないんですけど。ということで、そういう期待は終わってしまったんですけど、Surface Pro 8にですね、関する、いろんな情報はいろいろ出てまして、ちょっとそのあたりを、お送りしたいと思います。さあ、まず、Surface Pro 8に関するちょっとこれまでの分かっていることを、ちょっと説明していきます。まず、9月16日、関係筋による情報のリーク、っていうのがありました。こちらはですね、Windows Central というサイトを運営しているスタッフの方で、ザック・ボーデン氏のツイートだったんですけども、こんなツイートがされてたんですね。これ何かと言いますと、Surface Pro 8、ラップトップ4、あと Surface Studio 3はこの秋は出ないよと、それらは延期されたと聞いてますと。で、この秋は新しい Surface Pro X の、SQ2 ですね、と、スパーチと言われるものが出ますよというツイートしてたんですよ。で、これ、そのまま、がっつり当たってまして、本当にSurface Pro 8は出ないし、新しい、Surface Pro X は SQ2 として出てますし、スパーチというのが、Surface Laptop Go ですね。これが、ちゃんと発売されてました。だからめちゃくちゃ有力筋ですよね。で、次、11月1日、eBay で Surface Pro 8のプロトタイプが出品されていました。っていうところなんですけども、写真はこんな感じです。いや、ほんとね、何してんねんっていう感じなんですけども、これはもう完全なプロトタイプというか、本当に Surface Pro 8なのか、というところで、ちょっとよくわかんないんですけど、こんな感じで写真を、出ていましたね。で、普通に、購入されていました。この eBay に出ていた、Surface Pro 8なんですけど、これスペック的には、第11世代の、Core i7 で、32GB メモリ、そして、1TB の SSD ということで、むちゃくちゃハイスペックだったんですよね。それが、$1300で売ってたんで、スペック的には買いかなというところで、なんか格安だったんで、普通に買われていきましたね。はい。
そして、11月9日に、その eBay で、Surface Pro 8を購入したユーザーが、その写真をアップしていました。いや、また何してんねんっていう感じなんですけど、なんかその、買った、Surface Pro 8をですね、の写真を、アップしてました。この写真はこんな感じです。ここでですね、ちょっと思ったのは、eBay で出品した時から思ったんですけど、この時点で、僕の期待していた Surface Pro 8がベゼルレスではなかったんですね。で、新しい Surface Pro なんで、Surface Pro X とかでもベゼルレスになってたんで、ベゼルレスをすごい期待していたんですけど、全然ベゼル幅は Surface Pro 7と同じぐらいで、USB-C ポートも1つというような状態だったんで、このまま出てくれるなと僕は思ってましたね。はい。そして、11月27日に、Surface Pro 8と、Surface Laptop 4が韓国の方で、認証通過したという、情報をリークしてくれた人がいました。でこれはね、韓国の、コージープレインズ氏のツイートだったんですけど、こんな感じで、出てまして、2021年の新しいデバイスとして、Surface Laptop 4と Surface Pro 8が出るよということで写真もアップしてたんですね。ここまで来るとかなり信憑性が ありまして、本当にこれの形で出るんだと、こういうスタイルで出るんだというのが、だいぶ分かってきました。もう結構ほとんどこの時点で Surface Pro 7とあんま変わんねえじゃんと思ったんで、結構ちょっと残念な気持ちはあったんですけども、ちょっと楽しみに待っていたという形ですね。そして12月16日に、Surface Pro 8の販売されるスペック一覧っていうのが、リークされてました。こちらは、スペック一覧がこんな感じなんですけど、こちらドイツの WinFuture というサイト、また有力なですね、マイクロソフトの、関する、情報をアップしている、サイトなんですけど、そこで、出たものでして、ここでちょっとね、スペックがこんな感じになってるんですけども、一個気づいたのは、最低スペックが底上げされたっていうのが、分かりました。Surface Pro 7の最低スペックっていうのは Core i3 で、4GB メモリで 128GB の SSD だったんですけども、今回出る Surface Pro 8のこの、出るであろう、このスペック一覧で最低スペックは Core i5 の 8GB メモリの 128GB の SSD だったんで、最低スペックはちょっと上がった感じになりますね。正直 Core i3 の 4GB メモリ 128GB SSD は、結構スペック的にはちょっときつかったので、最低ラインがそこに上がったっていうのは、いいですよね。ここで期待できるのは、最低スペックがこうなるってことは、全体的に値段は下がるかなと僕はちょっと期待しています。一番の売れ筋モデルはやっぱり、Core i5 の 8GB メモリの256GB の SSD なんですけども、この値段が下から2番目になるんで、これがちょっと下がるんじゃないのかなという期待はあります。はい、ということでまとめなんですけども、Surface Pro 8は、どうやら2021年、1月に、発売されるんではないかというところまで分かっています。ただほとんどですね、外観も Surface Pro 7とあんま変わらなくて、唯一変わってるのは、CPU ぐらいなんですよね。第11世代の、タイガーレイクを積んでいるので、それはそれはそれで結構強くはなってるとは思うんですけども、それ以外はほとんど変わりないので、ちょっとこの形で、出ると、ちょっと残念だなっていう気持ちではあります。なので、ひょっとしたら、今 Surface Pro 7が安くなってるんで、Surface Pro 7の方がですね、今買い時なのかなっていう、気はしてます。僕はもう、Surface Pro 7を使ってるんであれなんですけども、概要欄の方には、Surface Pro 7の、キャンペーンページの、情報なんかを載せておきます。それでは以上になります。バイバーイ。